こんにちは。お元気ですか？今日は、6月21日の土曜日ですね。最近めっちゃ暑いですよね。急に真夏が来て、気がついたらもう短パンですよ。半袖短パン。で、毎日麦茶とかめっちゃ飲んでて、急に夏が来たって感じですよね。梅雨だなっていうのを全然感じなかった。毎年梅雨寒だななんて思ってね、ちょっと寒さが一回ぶり返したりするじゃないですか。なんかそれを飛び越えていきなり真夏になったなっていう感じです。本当ね、熱中症とかには気をつけなきゃなと思って、暑さにはね、そこそこちょっと体を慣らして少し汗をかいたりとか、若干こう暑さに慣らすのも大事だけど、いきなりはあれなんでね、いい具合にエアコンを使ったりとかしてますね。はい、そんな感じなんですけれども、最近っていうか、なんだろう、最近のことは特に私は言うようなことないんですけども、昨日一昨日かな、コメントでね、なんかリクエスト的なコメントをくださった方がいて、ちょっと抜粋して読みますね。ちょっとリクエスト的な感じになりますが、2024年の出生数が70万人を割り込み、過去最低となったというニュースが少し前にありました。私はお一人様時代になり、エンタメの充実など一人で楽しめる時代になったことが一つの理由としてあるのかなと思います。他にも経済的な問題もありますし、そもそも異性との交際に興味がないといった調査結果もずいぶん前から言われており、様々な要因が絡み合っていると思います。この件に関して、機会があればとこちゃんさんの鋭い視点からご意見持論を動画で語っていただけないかなと思いましてっていう風に書いてあったんですけれどもね、こういうリクエストって面白いなと思って、ちょっと今ラジオみたいで楽しいなって思っちゃいました。ありがとうございます。私の日常生活がね、特に話すようなトピックがないのでね、最近ちょっと腹が冷えてお腹壊しちゃいましたとか、そんなことさ別にさ発表しても誰も面白くないからね。別にお腹壊してないですけど、そういうくらいのネタぐらいしかないので、私全然鋭い視点も何もないですけど、なんだろう、特にニュースとか普段見ないし、なんだろうな、でもネットニュースをちらっと見たりとか、テレビは全く見ないんで、YouTube 系のニュース的なチャンネルとかね、そういうのをチラチラ見るくらいなので、もう本当井戸端会議、一人のあのアラフィフの女が「へえそうなんだ、そう思うな」みたいに感じてることをあのただ喋るっていう感じになるかと思うんですけど、なんかコメントすごくいい感じに書いてくださってて、鋭い視点からとか丸い視点、ふわっとした視点でちょっと話してみようかなと思います。それでね、さっきね、私の意見をつらつらと述べてもあれかなと思ったんで、ネットのガールズチャンネルね、ガルチャンで絶対これトピック上がってるっしょと思ってちょっと見てみて、それを読み上げたりとかしながら、こう私のね感想とかも言いながらと思ったんですけど、なんかこう見てみたらね、なんかいくつかあったんですけど、その中の一番最初にあったやつ、この70万人割れ、出生数がね、2024年の出生数初の70万人割れ、出生率も過去最低の 1.15 っていうニュースに対してのガルチャン民のコメントのスレが板があったんですね。それちょっと見たら、なんかこうなんかネガティブコメントとかしかなくて、なんかね、全然こう面白そうなコメントがなかったんですぐ閉じちゃったんですけど、すいません。
でもちらっとちょっと読みますね。でも周り2人目妊娠してる人多いっていうコメントとかね。でも2人目妊娠してる人が多いっていうのは、出生率も過去最低の 1.15 っていうのが出てる。その 1.15 に対して2人目妊娠してる人が多いよとか、あとこのコメントにこのそのレスがというか、うちも一人っ子の予定なのかなと思ってたらいつの間にか2人目3人目と産んだ人多いわとか、結構このコメントには結構自分たちの周りでは結構産んでるけどねみたいなコメントが出てて、それに対して、出た私の周りがみたいなよくわかんないけど、これでこうアンチコメントみたいな感じのがこんなことで盛り上がってるんで、なんかあんまこれ話してもあんま話広がらないなみたいな風に思いましたね。でなんかこのコメントに対してのレスを下までバババッと見たんだけど、なんかこれみんな勘違いしてて誰も正す人いないのかなと思ったんですけど、この出生率 1.15 って女性1人が生涯に産む子供の数ってことじゃないですか。だから1人の女性が生涯に産んでるのが 1.15 人しか産んでないっていうことですよね。で、普通に考えたら子供は、1人の女性が2人産まないと人口減っていく計算ですよね。男と女っていうのが数は同じじゃないけど大体倍いるとして、女の数だから男はもちろん子供を産めないわけだから、女は2人分産まないと人口が今の人口からどんどん減ってくみたいな感じじゃないですか。めっちゃざっくりしたあれですけど、だからこの2を切ってるって時点でもうすでに減ってくっていうことになるってことですよね。でもこの数字の統計って私前のチャンネルでも前のチャンネルじゃないやちょっと前の動画でもちらっと言ったかと思うんですけども、これって結婚してない人の数とかも入ってるはずなんですよね、この出生率っていうやつ。だから生涯一人の女性が産む数なので、その結婚してる人が産んでる数の割合ってわけじゃないんですよ。だから要は結婚してる人が少ないっていうことなんですよね。ごめんなさい、なんかうまく説明できなかったんですけど、言ってる意味わかるかな。だからこの出生数って例えば2024年に何人赤ちゃん生まれましたっていう赤ちゃんの数と単純に女性の人口ですね。もちろんおばあちゃんとかは入ってないと思うんで、いわゆる妊娠可能な年代の女性の数の割合割った数というかね。だからあれですよね、赤ちゃんの数割る女性の人口っていうことですよね。だから私の周りでは2人目3人目結構いるよって意見は多分本当なんだと思いますね。だから結婚してる人はそこそこ産んでるんですよ。でもそもそも結婚自体をしてない女性が結構増えてるので、それでこの数字が出てくるっていう感じですね。でなんかここがねすごいこのガルちゃんのチャンネルでなんかこの不毛な争いしてるからすぐ見るのつまんなくなって閉じちゃったんですけど、はいなのでなんだろうこちらのコメントじゃないリクエストに対するあれになってないですね出生率が70万人を割って、少子化がどんどん進んでるねっていう話ですよね。でお一人様時代なんか要因の一つなのかなと、エンタメが充実してたりとか
こう一人で楽しめることが多くなってるので、確かに今の時代ってお一人様っていう言葉もね、もう20年くらい前かな、結構流行りましたよね。その頃そういう雑誌とかも結構あったりとかして、でこのリクエストくれた方はこのお一人様時代っていう要因と、もちろん経済的な理由っていうのもあるだろうし、若者がその異性との交際に興味がなくなっちゃってるっていうね、そういうのも理由の一つなんじゃないかっていうふうにあの書かれてるので、まあそうですよねって思いました。ごめんなさい、私の意見がない。どうしよう。そうだな、こう文字だけ見るとそうだなと思いますけど、なんだろうな、この私が一人の一般人として日常生活を送ってる上でなんとなく雰囲気で感じてることをこう言語化して言葉に落とすとしたらごめんなさい、なんとなくだからふわっとしたことを言語化するの難しいんですけども、なんでこんなに出生数が減ってきて少子化が加速しているのかなっていうふうに思ったら、こういろんな要因がこう頭に浮かぶし、肌感として感じられるけれども、まあ一番の要因は経済的な理由なんじゃないかなっていうところにたどり着きますね。そしてその経済的理由っていうのが根本にあるけれども、それに付随してお一人様時代とかいろんなそういうお一人様でも生きやすいこう世界になってきているっていうのと、その若者がこう異性との交際に興味がないとかね、そういうのも結構経済的な理由に絡んできてる。そもそもなんて言うんだろう、元の要因的なものは結構同じところに結局集結しちゃう部分もあるのかなっていうような気がなんとなくします。なんでなんとなくそうしてるんだろう。そうだな、なんでかな。まずなんでかな。まず若者が異性との交際に興味がないとかそういうのって、私特別ねこの周りにこう若者と関わりがあるわけじゃないんですよ。全然こう独り身だからもちろん身内にもいないし、まあぼっちなのでそういう親戚付き合いとかそういうのないですし、だから身内とかそういうのの若者とかも全然いないわけなのでちょっと分かんないんですけど、ただこうなんだろう、日常生活でこう例えばちょっとバイトした時若い子と一緒に働いてみたりとか、スポーツジムでちょっと若い子とちょっと話したりとか、そういうのはちらちら今はちょっと完全に引きこもっちゃったんでないですけど、ちょっと前まではたまにあったりとかして、そういう肌感と、あとネットとかね SNS を見てる感じの肌感だと、若者が異性に興味がないってなんでかなって今考えたんですけど、自分がね例えば中学生とか高校生ぐらいになった時の感じを今思い出してイメージしてみたんですけども、その頃やっぱりこう小学生とか幼稚園の時とはまた違ったこの異性に対するハートが生まれるじゃないですか。この小学生ぐらいでも何々ちゃん好きとか何々くんかっこいいとかそういうのはあるんですけれども、中学生ぐらいになるとより心の奥底でこう相手にこう傾倒していく、なんだろう、こういわゆる恋的なものが生まれたりとか、あとはちょっと平たく言っちゃえばね、スケベ心がねしっかりと芽生えてくる時期ではあると思うんですよね、男女ともにね。特に男子の方が中学生ぐらいの時は強いかもしれないですけれども、で、いわゆるそれって生殖本能ってことですよね。人間が動物として生命体として子孫を残していく上でのこのDNA にプログラムされたことで起こるそういう感情
というか欲求というかなので、そういうね若い世代のこの中高とかね、あとは20歳前後ぐらいまでね、その若者っていうところはね、みんなスケベ心がどんどん出るわけですよ。で好奇心も出るわけですよ。スケベと同時にそれってどんな感じなんだろうとかね、もう苦しくそういうことをしたくなったりとかするわけじゃないですかとか、女の子はそうじゃない子もねいたりとかするから、ちょっと誤解を招くとあれなんですけれども、女の子でもすごいスケベ心と好奇心がすごい出る子もいれば、全然そうじゃない子もいるっていうことはここではっきりと言っておきたいと思います。ちょっと誤解があるとあれなんで、逆にそこに嫌悪を感じちゃう子とか、あとは幼少期にトラウマっていうほどすごいあれじゃなくても、ちょっとした軽いトラウマみたいのがあったりとかすると、無意識とかにもね、全然そのスケベにねそっち方向になんか気持ちが動かないっていう子も意外と特に女の子はいるので、ちょっとここは誤解がないように言ってきますね。ただ全体的に動物的な生殖本能として、スケベが生じるわけですよ。で、昔だったらね、そのスケベ心をどう対処するかっていうのが出てくるじゃないですか。でさすがにムクムクと湧き上がるスケベ心をいきなりねリアルにいる異性にねぶつけてってことはなかなかできないじゃないですか。すごくうまくラッキーなことに両思いになって付き合えてとかね、そういう良い関係を良いペースで進んでいけた人はラッキーだとは思うんですけども、ただそうであってもさらに別にいろいろ昔だったら、エロ本とエロビデオとかですよねとかを入手して、気持ちを対処してたと思うんですけど、そういう楽しみもあったと思うんですけれども、その対処がね、より今は秘密裏に、しかもバラエティも多くだから自分の好みのままというかね、このいろんなコンテンツがあるじゃないですか。インターネットとかね SNS とかね、そこに絡む犯罪とかもめちゃめちゃ多いですけれども、そこまでいかなくてもいろいろ漫画系とかでもね、しかもバレずにこっそり十分に楽しめる状態になってしまったので、つまりね、すごく代替がねありますよね。昔はリスクを冒してコンビニでエロ本を買ったりとか、リスクを冒してビデオ屋のカーテンがあるコーナーに足を踏み入れたりとかねしたと思うんですけれどもちょっと待って、何の話になっちゃったのかな。そういうのもなく、人にバレずに、そういうちょっとしたスケベもエンタメとしてね、軽いところからちょっと病的な部分まで楽しめるっていうのもあるのかなと。それがしかもすごく心地よくて簡単で楽しくて気軽でっていうとね、そっちにねのめり込んじゃったりとか、そっちを十分に楽しんじゃうと、そこで満足しているとか、そういうのもあるのかなっていうふうには思いますね。あと、お金かけなくてもそこそこそういう情報を取れると思うんで、そうするとなかなかあれなのかな、リアルな異性と交際しなくてもそこそこノーリスクでね人に告白して傷つく必要もないし、ノーリスクでいろいろ楽しめるっていうのはあるのかもしれないですね。しかも今はね、その告白したりとか、告白じゃなくてもちょっと好意を寄せてる女の子とか、もしくは男の子とかねいたりとかすると、ちょっと怖いじゃないですか。もし嫌われたらどうしようとか、あとなんかネットとかね、
この知り合いでの LINE とかでね、こうあいつに好意向けられててキモみたいな、キモとかすごい言葉ですよね。なんかそういう風に一回でも言われちゃったらとか、変な拡散されたらとか、 SNS でそんな風に言われたらとか、そういうリスクがね、さらされリスクみたいのと、その傷つきリスク、噂リスク、あとそういうのを考えると失敗がね、妙にこうダメージが多いですよね。だからそういうのもあんのかな。うん、なんでしょうね。全然こう私的外れなことを言ってるかも。あとは単純にもう生まれた時から景気が悪い時代生きてるので、今の若者って。そうするとこう時代がね、こうなんて言うんだろう、こうやればやるだけ報われるぞ、みんな頑張れみたいな雰囲気の中で生きてないので、節約節約とか、経済的にちょっとこういうことがなんかこうネガティブなことがあって、また経済が下向きになってますとか、そういうのになるとね、どうしてもこうあんまりリスクを取るような方向に行かないっていうのもあって、若者が車を全然欲しがらないとか、そういうね、この物とかを持つとか、高いものを持つとか、そういうことにステータスを感じないとかね。昔はそれにプラスして、何でしたっけ、トレンディードラマ時代だと車を買って彼女をデートに連れていくっていうのが一つのステータスみたいになってた時代とかねあったし、あったと思うんですよ。だから結果的には経済的な理由が一番のあれじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なんだろう、私はね今48歳ですので、小学生まで昭和の時代を生きて、中学生になった時にちょうど平成になったっていう世代なんですよ。だから子供の頃は平成の最初ぐらいまではまだバブルが弾けて、なんかあれ、バブル弾けたのいつだ、私が高校生ぐらいかな。でも実際弾けた直後に何かいきなり景気が悪くなったっていうよりも、弾けたと言われている数年後ぐらいからすごいこうなんていうか、こう景気がちょっと下向いた感が実際には出たような気がしてるので、なぜかっていうと、私が高校2年生の時に仲良かった友達が私関東に住んでたんでね、高校の友達がある日教室に扇を持ってきて、ふわふわした扇でいいんだっけあれ持ってきて、ちょっと昨日ジュリアナ行ってきてとか言い出して、私のすっごい仲良かった友達がなんか踊ってきたみたいなこと言ってて、こいつは何言ってるんだって思ったっていう記憶があるので、私が高2の時にね。だからその時はまだ景気がね、そんなにあれじゃなかったと思うんですよ。もうバブル弾けるか弾けないかぐらいだと思うんですけど、いわゆるジュリアナ東京っていうのがもう一世を風靡してた時代ですね。ただあれってほんと数年で一瞬で終わったと思うんで、私が高校卒業した頃にはもうすでにそんなものはないっていうかね、もうバブル弾けてる時代になったので、ただ高2の時に高2の友達がその扇子をある日持ってきてアホなことを言ってたっていう記憶があるので、その頃はねまだ景気的にはいわゆるイケイケどんな雰囲気はねまだあれだったんかなと思うんですけど、ちょっとあれ何の話したかったんだっけ。バブルがいつ頃弾けたかか。そうそう。だから私くらいの世代だと、私48歳ですけど、私くらいの世代だと高校生ぐらいまでにはまだ景気はね、なんていうか、頑張れば頑張るだけ報われるぞ、みんな勉強頑張れみたいな感じはありましたね。いい大学入ろうぜみたいな。いい大学は今もあるかもしれないけど、でまず一回そのあたりでバブル弾けるじゃないですか。でその後バブル弾けたんだけど、その後 IT バブルっていうのもあったんですよ、数年後。つまり弾けてもそこそこまだ IT っていうのがねあれだったんですよね。景気が悪くなってはいるものの、
IT 自体がすごくいろいろ IT 系のが台頭してきたんですよね。すごい覚えてるのが、私が20あれ何歳だ24、5歳の時にエッジっていう会社がライブドアの前身っていうか名前が変わっただけかな、いわゆるホリエモンが出てきたんですよね。まだホリエモンっていうのはあれだったけど、エッジっていうの会社がすごい株式市場で賑わされてて、株式分割をちょっとアホなんじゃないっていうペースでやっててまあいいや、とにかくその IT バブルっていうのがその後あって、その IT バブルも私が20代のうちにIT バブル弾けたと思うんですね。でその後に私がアラサーの時に30過ぎかな、30手前かな、まあいいや、アラサーの時にリーマンショックもあったんですよだからいいこと全然ないんですよその頃。だから私くらいの世代は子供のうちは景気がいいっていう感じで、大人になった途端なんかいろんなこと起きたみたいなね。だからリーマンショックがあって、なんかニュースでリーマンが潰れましたみたいなのが出て、みたいな、リーマンって潰れるのって思った記憶がありますもんね。リーマンって2回言っちゃった。めっちゃそれくらいすごい激震が走る出来事があったと。リーマンブラザーズって潰れるもんなのみたいなそうそう、だからそれでも世界的に景気がねおかしくなりましたよね。そうそう、だから結構リーマンショックになる前からサブプライムローンはちょっとやべえんじゃねっていうのはね、だいぶ何年も前から言われてたとは思うんですけれども、サブプライムローンっていうのはアメリカのあれですね、アメリカの住宅ローンですね。なんかすごいこう景気これからも大丈夫だぜみたいな感じですごい多分あんまお金持ってない人にもすごいどんどん貸し付けてみたいな感じだったかな、ごめんなさいちょっと忘れちゃったとにかくそういうのも原因でその貸し付けてたリーマンが潰れるっていうとんでもねえことが起きてと、だからもうしっちゃかめっちゃかひっちゃかめっちゃかみたいな感じですよね。だからそういう時代なので、だから経済がどんどん混沌として、しかも日本の経済はすごいこう悪くなっていくというかね、そのターニングポイントがいっぱいあった時代だと思うんですよ。でそれにいわゆる出生率とかいうのもそういうのに絶対関わってると思うんですよね。そうそうやっと着地できたわ。私これが言いたかったんですよ。景気が悪いのが結局は出生率にも及ぼしてて、でなんだ、だから要は今出生率って言うけどもともとその産むお母さんの世代もそもそもそんなに多くなかったしみたいな何言ってるごめんなさいバブル崩壊の頃の時代に戻ろうか。バブルが弾けた後ちょっと景気が混沌としてた頃にお母さんになる世代は、つまりそんな時代でちょっとこの先々もあれだし、結婚もなかなかあれだし、それで職を失ったりとか、あと就職氷河期とかにも入ったし、私の世代とかね。だからそういう経済的な理由で余裕がなくなる人が多くなったと。でどっちかっていうとなんていうんだろう、普通の人がみんな総貧乏みたいな感じに徐々に陥っていくみたいな感じ、普通の人イコール国民総貧乏みたいな感じになっていった感もあるので、だから今の50歳ぐらいの人はすでにその時点で今の50歳ぐらいの人が子供を産む時にはちょっとあんま子供が安心していっぱい産めねえわみたいな雰囲気があった時代だったっていうことですよねそうだからつまり今の50歳ぐらいの人っていわゆる団塊ジュニアですよね。団塊の世代っていうじゃないですか。団地の団に塊っていう字、団塊の世代。ちょっと多分だからめっちゃ固まってるよっていうことだと思うんですけど、めっちゃ人口がうわーっと固まって出てきた、団塊で出てきたみたいな世代だと思うんですけど、
だから団塊の世代って戦後のベビーブームじゃないですか、要は。だからなんだ戦争が終わって、これから頑張って日本を復興していこうっていうところで戦争も終わったし、まあ、ちょっとごめんなさい、これは適当な私の雰囲気の予想で言っちゃってるんだけど、戦争終わって、貧しいけれども、もうこの男性とか子供とかが兵隊さんに取られてることもなくなって、生き残った人の中で貧しいけれども頑張って暮らし、一応その殺される心配はなくなったっていう意味では落ち着いて、それで子供も増えるし、で頑張っていこうみたいな。で超昔の大昔の江戸時代とか、それよりもっと前とかの人手のために子供を産むっていう考えあるじゃないですか。だから人員を増やすためにもどんどん子供を産めみたいな感じがあったと思うんですよね。だからそこで戦後のベビーブームで一気に団塊の世代っていう人たちがわーって生まれて、で今戦後80年って言われるじゃないですか。だからこの80手前くらいの人かな、だからが団塊の世代ですよね。75とかかな、分かんないけど、とにかくその方たちが団塊の世代ってことは、そこで一回ベビーブームでわーっていっぱい人が増えて、その人たちが例えば20代の時とか分かんない、昔の人の結婚妊娠平均どれくらいか分かんないけど、25歳として団塊の世代の人たちが25歳の時に子供を産んだとしたら、それが今の50歳じゃないですか。だから団塊の世代の人75歳の人引く25年イコール50なので、団塊の世代の子供が50歳ぐらいじゃないですか。いわゆる団塊ジュニアか。でその50歳ぐらいの人、つまりさっき私が言ったバブル崩壊とかが起こった後に社会に出た人たちですよ。だからその団塊ジュニアが結局それで思ったよりも子供を産めなかったと。でその団塊ジュニアの団塊ジュニアジュニアということは、この団塊の世代、団塊ジュニア50歳の人マイナス25歳とか30歳かな、いいや25歳として、そうすると今現在25歳の人かはベビーブームは起こんなかったわけですよね。だから団塊の世代が産まなかったから、団塊ジュニアが産まなかったから、団塊ジュニアジュニアってものができなかったわけですよね。そこに団塊はできなかったっていうか、今現在25歳の人たちのところでは産まなかったんですよね。その50歳ぐらいの人たちが景気が多分不安定な世の中すぎて、就職も氷河期になったりとか、結構クビになったりとかした人もいたと思うんですけど、そんな感じでね、そういう経済が混沌とし、さらにね、結構自然災害もあったりもしますし、そういうのもありますよね。アメリカの 3.11 とか3.11 はあっちか、大震災の方か、911でしたっけ。そういうのもありましたよね。だから団塊ジュニア50歳、今現在50歳ぐらいの人が子供を産む時期にいろいろわちゃわちゃしましたねっていうどうしよう、着地点が分かんなくなってきた。自分でも話してて、そういうのもあって、結局出生数というかね、人口が減っていくのはもう当然のことなんじゃないかなっていうか、要は一言で言うと、金がないから経済が不安定で、そういう部分がっていうのはあると思いますね。どうしよう、だから一般のアラフィフの女性の私がなんとなくふわーって思うのは、
やっぱね、金がないしね、みんな国民全員が普通の人イコールちょっと貧乏みたいな感じになってるから、なんだろう、こう餓死しちゃうとかそういうのではないんだけど、そういうのでやっぱりちょっとこう先行き不安なところもあって、ギリギリまでお金使う気も起きないしみたいなね、そういうのがあるよねっていうのは思いますよね。なんだろう、だからこなかなかこう景気が良くならないとは思いますけど、景気はまあ基本的には良くならないだろうなとは思うし、すごい全体的にね、緩やかに縮小していくのが普通なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどなんかなんていうかね、だからなんていうんだろう、お金がないから、お金がないからっていうかね、先行き不安だからっていう方が正しいのかな。なんか不安になること多いじゃないですか。すごいそこで一人一人が頑張って、企業もいろいろ頑張ってとか、政策がなんちゃらで補助金がなんちゃらでとか、子育て補助金とかなんちゃらでとか言ってますけれども、それでっていうのもね、なんかちょっとなんだろう、なんかよくわかんないけど、もやっとした感じはありますね。あのなんかやっぱね、不信感なんでしょうね。子育て補助金とか、子育てっていうか結婚してる人を増やさないと、そもそも出生率増えないしっていう、さっきの話も戻ってきますし、出生率 1.15 って日本の人口に対しての数なので、結婚してる人が産んでる数っていうのは、ここ何年だろう、10年20年くらいは逆にちょこっと増えてるっていうのを聞いたことあるんですよね。なんかの YouTube でなんか偉い人が言ってましたなので結婚してる人は子供を産んでるんですよ。子供を産むの下がってないんですよ。逆にちょっと前より産んでるんですよ。で要は結婚してない人が増えてるっていうことなので、子育て補助金の手前の結婚する人が結婚するようなところに補助金入れた方がいいんじゃないかなっていうふうに単純に数字だけ見ると単純にそう思ったりするのと、あと補助金とかいろいろあるんですけど、ちょっとね最近いろいろ税金の使い方とかね、あとね、私が身近に感じるのはね、憲法ですね。健康保険料とかね、ちょっとおかしいんじゃないかなって思ったりとかしますね。ちょっと高すぎんみたいな。ちょっとサラリーマンしてた頃からもう思ってましたけど、ちょっとここなんじゃないと思って、絶対もうちょっとやりようあるでしょうと。日本のね、国民皆保険っていうのはとてもありがたい制度で、だから日本にいてよかったって思えるくらい素晴らしい制度だと思うんですけど、ただここまで保険料は高いのは、製薬会社と政治家の癒着とかね、絶対ありそうだなっていうふうには思うんですよね。あとなんて言うんだろう、単純にその一人のお医者さんが悪いわけじゃないんですけど、この前健康診断の話でもちらっとしましたけども、ちょっとでもねコレステロールとかね血糖値とかがね、その規定の数値を一瞬でもいくと、なんか下げる薬出しときましょうかとかすぐそう言うんですよ、おじいちゃん先生とかはおじいちゃんじゃない先生でも言うかもしれないですけど、でなんか病気じゃないところに病気を作ってっていうのはあれなんですよね。でいろいろそのコレステロールとか下げる薬により、実はそれによって体調が悪くなるとかね、そういう他の部分にね不具合出てくるとか、そういうのも実際あったりとかするのに、そういうところはあんま言われず、そうそう、どっちかっていうと生活習慣とかそういうところの改善でとかね、そういうのもあると思うんですけど、でも薬を売った方が実際お医者さん自体も儲かるんでね、ビジネスとしてはすぐ薬出したいのも分かりますし、あとはこの前の
つい最近の健康診断の時のお医者さんはすごいいい先生だったんですけど、まあいろいろこう説明受けた際にその基準がね前よりまたちょっと厳しくなったってことをおっしゃってたんですよね。その健康診断のね、ここからが要注意とか検査とかだからね、そういうのもなんかあれなのかなって思いますね。ちょっと日本はここまで健康診断がある国って他にはないって言いますし、まあがんとかもね、がん治療とかもね、あのなんだろう、こう人間って老人になれば必ずがんとかは少なからず出てきてっていうのもあるっていうのが多分他の国のあれだとは思うんですけど、日本って絶対抗がん剤進めて放射線治療とかね、そういうのもなんか闇がありそうって思うんですよね。あと最近よく言われるのは実はがんという診断を受けてもがんではなかったってことはね結構あるらしくて、悪性腫瘍ではなかったと。そうそう、でもそれで一回治療して、そのがんじゃなかった物質になんかちょっかい出すことによっておかしくなってとかいうのは結構あるけれども、そういうことは言われないようにしてるとかね。まああとはなんだ既得状態に陥った時の呼吸器つけるつけない問題とかね、そういうのにもいろいろ関わってくるかと思うんですけど、まあ、とにかくね、この医療費もちょっとなんかこうね、田舎の病院に行くとおじいちゃんおばあちゃんが日常的に来てて、保険を使ってほぼ無料みたいな湿布とか薬をもらっていくとかね、そういう無料まではいかないですけど、すんごい安いなんかこう湿布とかね、保険使えるとこで来た方が安いからとかね、そういうでそれで医者も儲かるしみたいなね、なんかねまあ製薬会社と政治家とかの癒着は、まあ、絶対あるだろうなとは思うし、まあ、ちょっと話がちょっと一箇所に行っちゃった、どうしよう。なんかその健康保険料のことだけじゃなくて社会保険料系全般にも言えるんですけども、なんかおかしいなっていうのも多くて、要は給料たくさん稼げないから、お金が低いから将来が不安でなかなか結婚するというあれにいかないっていうのは、単純に稼ぎが低いからっていうのもあるんですけど、その稼ぎが低いからの中に手取りが低いというかね、社会保険料でこんなに取られちゃうのっていう割合が、そこがねすごい不安をというか、やる気も不安もなんかこうあれだなっていうふうに最近思ったんですよね。なんかこう私もね個人的に去年じゃない、今年確定申告した後につい数日前にね、健康保険料とかね、住民税とかのね税金のあれが来たんですけど、ちょっとそれ見てびっくりしちゃって、私全然稼ぎ少ないんですよ。去年の最初に20日間ぐらい派遣で働いたのと、それ以外はずっと無職してて、でいろいろこう一人でどうにか稼ぐためにいろいろやって、ようやくこう収入が出始めたのが去年の10月ぐらいからだったので、賞味3ヶ月分くらいしか稼げてなくて、そうそう、だからそれに対してこんなに税金というかね、まああれも一種の税金かな、国民健康保険と住民税の金額見てちょっとびっくりしちゃいました。でその住民税、憲法、あと国民年金を仮に1年間払ったとしたらっていう金額をこう計算してみたら、だいたい去年の収入のちょうど3割分くらい引かれてて、この3つでね、やっぱりこう3割ぐらい引かれちゃうのかと思ってね、ちょっとだいぶビビり
ました。ちょっとね私去年白色申告、去年っていうか今年か白色申告でいろいろ控除の問題とかもいろいろあったと思うんですけど、でもねちょっとこれはねなんかモヤモヤしますね。頑張っても3割ってすごくないですかね。それはみんな節税したくなるわけだって思いましたね。節税できないか、できないよ。もうね、どうしよう、なんか話がちょっとよく分かんなくなってきた。なんかでも少子化の出生数がどんどん減っちゃうとかね、そういうのってやっぱり一番はなんやかんや言って経済的な理由、お金がない、結婚できないっていうのがやっぱりあれですよね。その韓国とかもうめっちゃそれが原因でって言われてますもんね。なんなら最近なんかで見たけど北欧とかね、そういうところへんも最近結構少子化というか子供を産まないっていうのが出てきて、それもやっぱりね経済的な理由で結婚がっていう理由が一番みたいっていうのをなんかで言ってたので、やっぱそこなんでしょうねっていうふうに思いましたね。なんだろう、これ着地点できたかなこれで。ごめんなさい、ちょっと本当になんですかね。だからいろいろ絡み合ってそんな感じになってるんだろうなっていうふうには思いましたね。だから一部のお金持ちは結婚できるから、結婚できたらそれで結構産んでるっていうことですよね、日本でも。お金持ちってお金持ちってほどお金持ちじゃなくて、要はなんだろう、年収700万とか言ったらもうお金持ちになるのかな。世帯年収なるかなんかで600万とかあれば結構全然子供育てられるみたいなこと聞いたような聞いてないような。いいや、だからお金持ち、一部のお金持ちというかお金に余裕がある層は結婚した人はちゃんと産んでる。要は結婚できない、したくないというか、ちょっと子供は無理そうみたいな思っている方は産んでない、当たり前かっていう風になってるっていうだけな状態みたいですね。なんですかね、先々あれですもんね。だからもうこの先AI とかがどんどん台頭してきて、ホワイトカラーがリストラが始まるのであれば、そこで余った人員の方は兼業農家みたいな感じで、みんなちょっとずつ家庭菜園からでもいいし、もしくは農地を借りてちょっとずつみんなでそうやるっていう組織ができてもいいかなと思うんですけど、とにかくちょっとずつ自分たちが食う分の野菜とか穀物とかそういうのを育てて、流通せずに自分たちでそのまま直接食うとか、物々交換でやるとかね、それである程度自分たちの生活の何割かが賄えるっていうね、生活成り立つっていうね、お金でしか払えない部分はお金で払うしかないけど、税金とかね、でも所得自体もそれで減るわけですし、税金も少なくなるしっていうか、なんかね、やっぱりそういう時代に入っていくのがいいんじゃないかなっていうふうに個人的には思いますね。もういろいろいい方に、信念のある方に政治家になってもらいたいっていうのもあるんですけど、多分それだけじゃもう無理なので、もう数字に出ない部分で国内の食料自給率を数字に出ない部分で上げておくっていうのと、そうすると相手もね、このコントロールできるカードの割合っていうのが減るわけですから、ある程度何割かは勝手に自分たちで自給自足できてますよっていうね、いろんななんていうかな、人質的な物事が割合が減るのでそういう部分がね
大事かなっていう、全部仕組み化の中に100% 組み込まれてしか生活できないってなると、ちょっとやっぱね、この自分の生活自体が人質になってる部分もあるし、それ自体がね、丸ごと国にこう所属されちゃってると、あのなんていうの、その国民一人一人が外国からしても人質として認知されちゃうので、国民はそこそこ自分たちでも自分たちで独立して生活してる部分がありますみたいなねそういうのが出てくると、この気持ち的にも生きやすいしっていうのはありますね。あとなんか今ふと思い出したんですけど、ちょっとこれ全然関係ないこと言っちゃうかもしれないけど、なんだったかな、岡田敏夫さんか何かの YouTube の切り抜きかなんかで岡田敏夫さんが言ってたんですけど、何の話題だったか忘れちゃったんですけど、ある人がお姉さんが一人暮らししてたある女の人が、弟が家に転がり込んできたと。ちょっと詳しいこと忘れちゃったんだけど、ちょっと私もなんかしながらながら聞きしてたんで、弟が転がり込んできて、姉ちゃんちょっと家に一緒に住まわしてくれよみたいな感じで、フリーターニートの弟が転がり込んできて、しょうがねえなと思って弟を家に住まわせて、姉ちゃんは普通にちゃんと働いて稼いでるのね。だから弟をこうなんていうか面倒を見てやっていたというかなんだけど、そのお姉ちゃんはすごいこうきっちりした人で、ちゃんとこう生活費とかもね、家計簿みたいのつけてた人らしいんですね。でその弟一人転がり込んできたことによって、その家計簿は月に2万ぐらいしか多く出ていかなかったんですって。だから弟一人を養うのに2万だけ。ただこれは弟くんは自分がちょっとお菓子食べたいなとかお酒飲みたいなとか、ちょっとそういう娯楽的なものとか、あとは漫画買いたいなとかね、あそこで遊びたいなとか、そういう娯楽的なのはちゃんと自分の小遣いから出して、たまに気が向いた時に多分単発のバイトしてとか、こう自分で好きに生きてて、ただこう食費とかはこう姉ちゃんが養ってるというかね。あともちろん水道光熱費とかも、だから家には一切入れてないんですよ、お金を。弟くんは家には一切お金を入れてなくて、でも自分の娯楽はちゃんと自分の小遣いでやってると。そうするとこの一人の人間を普通に住まわせて、普通に飯食わして、普通に水道光熱費も一緒に使わせてやるだけで、月に2万ぐらい多くかかるだけで済んだらしくて、でその弟くんは家事とかをやってくれたりとか、料理とかも作ってくれたりとか、そういうのもしてたんで、姉ちゃんは逆に全然いつまででもいててもいいやぐらいな感じだったんですって。だからこれで何が言いたいかっていうと、うまい具合にシェアをすると、お互いちょうどいい感じでいいねっていうか無駄がなくなるねみたいな。人間一人こう住まわせて養うだけでたった2万しかかかんなかったのかっていうのが面白いこう例というかね、あれだなっていうふうに思いましたね。だからね、こう今の例だとね、ちゃんと血のつながった兄弟とかね、そういうのもあったし、弟くんが多分いいやつだったりとか、姉ちゃんにもう寄生してるっていうよりもちょっと住まわせてもらって迷惑はかけないけど自分で好き勝手にやってて、弟くんも家賃払ってねえしみたいな、お姉さんは、なんなら家政婦一人来たしみたいな感じだったと思うんですけど、弟で男だから、防犯上も良かったしっていうのもあると思うんですけどね。だからね、なんか、もちろんそこまでじゃないけど、すごい気心の知れた信用のおける人でね、一緒のお家に住むまでいかなくともこううまくねシェアしながらとかね、物々交換したりとか、なんか情報共有し合ったりとか、そういうね、もう一度こう少しそういうコミュニティがこれから逆に必要になってくるんじゃないかなというかね、ご近所付き合いじゃないけど、なんかある程度こう協力し合ってシェアし合ってみたいな感じが逆に
なんていうのかな、プロテクトになっていくみたいな感じになっていくかもなとかいう、あれ全然出生率の話からなんかもうあれなんですけど、そんな風に思ったっていう話でございました。うん、なんで人口減ってんのかなっていうのちょっとよくわかんないけど、こそのお題を出されてみてね、って考えてみたらそんな風に思ったよっていう話でございました。ということで、それではまた。